こんにちは、花森です。今日は私の平日のナイトルーティンをご紹介したいと思います。だいたいいつも8時か8時半ぐらいに帰宅します。で、帰宅したらまず身につけているアクセサリーを外していきます。玄関にアクセサリー置きがあるので、そこに置いておくと片方だけなくなったりしないのでおすすめです。電気の明るさはいつもこれぐらいで、シーリングライトは夜は基本的につけません。もう3年か4年ぐらいこういう生活をしてます。ちょっと暗いと思うかもしれませんが、慣れると全然問題ないです。その後手洗いうがいをして、もう一刻も早く部屋着に着替えます。部屋着は全然可愛くないんですけども、一番着心地のいいものを選んだら、下はスポーツウェアのもので、上はユニクロの普通の T シャツをいつも着ています。その後仕事場に持って行ってたパソコンをセッティングします。基本的にパソコンはこのデスクに置いたままずっとつけています。で、パソコン開いたついでにメールだったり SNS だったり YouTube をチェックします。夕食は料理は好きな方なので結構毎日手作りしてます。もちろん時間がない時はもう買ってきて食べたりもします。ちなみに今日のご飯は鶏胸肉のバンバンジーです。このメニュー30分以内に2品できるのですごいおすすめです。材料もすごく簡単ですし、結構安いので私はかなりの頻度で作ってます。まず鍋に水を入れて沸かしておきます。その間に長ネギを洗って緑の部分だけ刻んでいきます。刻んだ長ネギを鍋の中に入れて、生姜をだいたい3センチぐらい入れます。鶏胸肉はまず皮を取っていきます。これは別に取らなくても大丈夫です。この後鶏胸肉が分厚い場合は少し開いていきます。開いたら火が通りやすいようにフォークで数箇所穴を開けていきます。鍋の中に鶏胸肉を入れて煮立ったらすぐに火を止めます。で、蓋を閉めて20分置いておくだけで完成です。めちゃめちゃ簡単じゃないですか。で、待っ
ってる間の時間がもったいないので、その間にソース作りをしていきます。さっき使わなかった長ネギ、白い部分をみじん切りにしていきます。私は結構長ネギ多めが好きなので、かなりの量使いますね。で、醤油を大さじ2杯、お酢を大さじ1杯、あとごま油も大さじ1杯、いりごまも大さじ1なんですけど、結構多めが美味しいです。あとは混ぜるだけでソースの出来上がりです。もうこのソースが美味しいんですよね。ソース食べるために鶏胸肉茹でたって言っても過言じゃないです。あとは何でもいいんですけど、きゅうりでも豆苗でもレタスでもいいので、青物をお皿に敷いて準備します。20分経つと鶏胸肉が出来上がったので、これをあとは切ってお皿に盛るだけです。結構熱いので、私はいつもトングで押さえながら切ってます。薄く切った方が味が染み込むので、薄めがおすすめです。洗ったトマトも一緒にのせて、あとはソースをかけて出来上がりです。で、先ほど鶏胸を茹でただし汁を使って今度はスープを作ります。少しだけ鶏ガラスープの素を小さじ1杯ぐらい足して、あとは醤油とお酒を少し入れて溶き卵を入れれば出来上がりです。本当に簡単ですし、30分で2品作れるっていうのは結構私的には気に入ってます。あと鍋一つで2品作れるっていうのが、洗い物が少なくてとても助かります。はい、今日の夕食が完成しました。基本的に無音で食べるのが好きじゃないので、ラジオかもしくはネットフリックスを流しながらご飯食べてます。最近テラスハウスにハマっていて、基本ご飯食べるときはテラスハウスを見てます。ご飯を食べた後はしばらく動けなくなるので、ベッドで SNS を見ながらゆっくり過ごします。その後食器を洗うんですが、私一番食器洗いが家事の中では嫌いです。なのでもうできるだけちゃちゃっと終わらせたいなと毎日思ってます。で、溜めると逆にだるくなってしまうので、できるだけその日のうちにもう3分ぐらいでできるように急いで食器を洗います。あとは動画でお見せするほどじゃないので省略しますけど、排水口の掃除をして、あとは本当に簡単にシンクの掃除をします。キッチンリセットとかされてる YouTuber さん見ると本当すごいなと思うんですけど、もう私にはこれが限界です。この後お風呂の準備をします。お風呂が大好きなので、基本毎日湯船に浸かってます。で、お風呂の中では本を読むことが多いです。で、必ず入る前にお水を飲むようにしてます。私水分を全然取らない
タイプなので、これはもう強制的に飲むようにしてます。お風呂の時間は30分からだいたい1時間ぐらいです。で、お風呂から出たらまず太麦化粧水を塗っていきます。乳液はイ肌のものです。スキンケアに関しては別の動画でまとめているので、もしよければチェックしてみてください。バームも同じくイ肌のものです。スキンケアだけしたら一旦休憩をします。エアコンのある涼しい部屋で一旦涼みます。この時もだいたい携帯を触っているかパソコンを触っているかのどちらかですね。少し休憩したら次は髪の毛を乾かしていきます。すごい余談ですが、今ちょうど髪の毛を伸ばしているところで、冬ぐらいにはロングにしたいなと思ってます。洗い流さないトリートメントはケラスターゼを使ってます。結構いろんなの試したんですけど、結局やっぱりケラスターゼがサラサラになって一番好きです。で、この後動画の編集をするのでお茶を入れます。結構お茶は好きなので、いろんな種類をつい買ってしまいます。動画編集は夜にやることが多いです。私自分朝方かなと思ってたんですけど、最近夜型じゃないかなっていうふうに思っていて、夜の方が作業がはかどります。なので夜中に動画がいつも上がってるのはそのせいです。動画編集が終わったら歯磨きをしてコンタクトを外します。もうこの後は完全に寝るモードに入っていきます。だいたい寝る前は携帯を見るか本を読んでいます。で、布団に入ってから足首を回したりとかストレッチを本当に簡単にすることが多いです。これすることで血液の巡りが良くなってすごく寝やすくなります。そろそろ眠たくなってきました。皆さんここまでご視聴ありがとうございました。花森でした。